今回はソイルについてです。ソイルって英語で土って意味ですけど、以降アクアリウム用などのソイルの意味で使っていきます。はじめに今回の前提となる自生地の土を見ていきます。僕が結構衝撃を受けたのはこれですね。パルダリウムのすべてブックボリューム1に掲載した村 B のストリオラータですね。なんだこれ、キリウスナに生えてるじゃんと思ったんですね。もう一つ、村 B のホマロメナです。これは粘土質の土と砂礫が混じったようなものに生えています。ここは結構湿度が高いので土が濡れてるのがわかると思います。次は村 C のホマロメナです。これは僕が見た唯一のリタ腐葉土っぽいふかふかの土に生えていたホマロメナで、他のホマロメナとは環境が違います。湿度もちょっと低めですね。ほとんど林床と言っていいようなところに生えています。他のホマロメナは壁に生えてたんですよね。あと若干赤土っぽくて完全に土から生えているものだと、パルダリウムのすべてブックボリューム2のこのスキスマートグロッティスですね。これは土に向かって根を生やしていました。地上には根は露出していないんですよね。あと水中だと何度か見ましたけど、これですね。土なのか何なのかももうよくわかんないような環境ですね。自生地の土を見たところで通常のソイルを見ていくんですけど、前回自生地写真をモチーフに始めよう、そこから自然観を学んでいこう、そのために流木コルクソイルを使わないで作ろうといったことを話しました。自生地写真をモチーフに自生地に見えるパルダリウムを作る、それによって自然観を演出できるようになるのが目的です。なので念のため言っておきますけど、ソイルを使わないと言ってもソイルの使用を否定するわけではありません。実際補助的に使う例も話しますし、ソイルは重要です。なんですけど、既存のアクアリウムパルダリウムを見るときにソイルが使ってある時点で僕には不自然に見えています。これは自生地写真をモチーフに始めようって視点だからです。つまり自然に見えるかで見ている。なのでこの動画を見てもらって自生地写真をモチーフにした視点も獲得してもらうと、新しい視点と方法論、考え方が得られると思います。やべえ、ソイルが不自然にしか見えなくなって困ったってなるかもしれませんけど、いやーなんないですかね。ということでソイルをまず見ていきます。これは ADA のアマゾニアですね。非常に優秀なソイルで、アマゾニアが水草水槽を支えてきたと言っても過言ではないと。でアマゾニアを入れて濡らすとこういう感じになりますよね。これが自然に見えるかっていう話なんですよ。僕は自然には見えません。こんなつぶつぶの土は自然界、少なくともジャングルには存在しないからですね。冒頭に見てもらった土の例の中でこんな綺麗なつぶつぶな土はありませんでした。でもこれは自然に見えるようにしよう、そういう前提があるように思うんですよね。でパルダリウムは水草水槽に乗っかって進展してきましたから、その前提を引き継いでいる部分が結構あると思うんですよね。しかもソイルは商品がたくさんあって簡単に変えて便利ですから、なのでこのつぶつぶのソイルを使うのは当たり前になっていて、そうするとこれは自然に見えるようにしようと、そういう前提があるように思います。もしくは全く気になっていないっていう人も多いかもしれません。こういう何かを気にしないことにしようっていう前提は意外とあるんですよ。例えば Photoshop でこういう模様があるんですけど、これはなんと透明を表しているんですよ。モニターで透明を表すことはできないので、この模様を透明とみなすことにしたんですね。そうすると毎日 Photoshop を使っている人にはこれは透明に見えている、少なくともそういう時があるんじゃないかと思います。こういった歴史的に作られた前提と、その前提の上で気にしないことになっているもの、そういうのって意外と多いんですよね。なんですけどこの入門の視点にはそういう前提は関係なくて、ただただ自然に見えるか自生地に見えるかっていう、言うなら初心でジャングルを見るような、いわばニュートラルな視点です。というかパルダリウムをゼロから考えてみたいっていうところもあります。この視点で見るとソイルのつぶつぶが見えた時点でもはや不自然に見えてきます。
これを打開するには粒を潰すことです。ホマロメナ SP The First を使ったガラスポットのレイアウトの時にこれをやっているので、気になる方はそちらを見てください。あと僕は以前野菜を家で育てていたので、ふかふかな土が良い土だっていう前提がありました。潰した粘土質なギッチギチの土で植物が育つかよと、それは長らく僕の考え方を支配していました。なんですけど、実際にジャングルに行って驚いたのですが、ジメジメ系で土に生えているものは意外と少なくて、土に生えていたとしても粘土質な土に生えているものが多いんですよね。例えば冒頭で見たこの耳付きのスキスマなんかがそうです。もちろんそうじゃないものもあって、例えば冒頭で見たムラシーのホマロメナですね。これがふっかふっかな土に一番近いですね。けどこれは結構例外な方なんですよね。ホマロメナに限れば他は粘土質な砂礫を含む土のところに活着するように生えているのが多いです。ただじゃあ粘土質な土を作ればいいのかというと、必ずしもそうじゃないっていうのが面白くて難しいところですね。これまでホマロメナなど自生地でジメジメ系を見てきた限り、競争相手が少ないところで何とかやってるっていうケースが多いように思ったんですね。それはつまりもっと理想的な環境で育てるとギュンギュン育つってことです。なので種類にもよりますが、ホマロメナは粘土質な土でも育つものが多いはずですし、実際ホマロメナ SP The First は粘土質な砕いたソイルで育ちました。とするとソイルだと育たないのかというと、そんなことはなくて、ソイルを使うとソイル間に隙間ができますから、根に空気が行きやすいでしょうし、栄養も豊富なのでギュンギュン育つ場合が多いと思います。ギュンギュン育つのがいいかというと、めちゃめちゃ増やしたいっていう時には有効かもしれませんが、パルダリウムの場合突然でっかくなると困るので、理想的なギュンギュン育つ環境を作るのが最適とは限らないっていうところがありますね。そんなわけで普通にソイルを使うか、それとも自生地に近い土を作るかというと、それぞれメリットデメリットがあるっていうことですね。というところで具体例をやっていきます。自生地みたいな土にはどういうものがあるのか、冒頭で見ましたけど、クリプトコリネストリオラータのキリウスナのようなものに生えているところ、これをやっていきます。ストリオラータが全部こういうところに生えているわけではないでしょうけど、いわゆる砂礫に生えている傾向があるんですよね。渓流系と呼ばれているのはそういうことです。で、キリウスナを入れてみるんですけど、どうでしょうか。これ自生地っぽいですよね。というかそのまんまと言ってもいいぐらいです。アマゾニアと比べると一目瞭然ですよね。ただこの前提が見た人に通用するかどうかですよね。自生地写真を見たからこそ、あ、これは自生地っぽいと見えるっていうのがあると思うんですよね。ひょっとしたらソイルの方がかっこいいっていう人もいるかもしれません。つまりソイルは見てるんだけど見てないことにするようになっているので、そっちの方がストリオラータが目立つと、そういう風に見える人もいるかもしれません。なんですけど、この入門は自生地写真をモチーフにする前提ですから、この前提では明らかに絶対的にこのストリオラータはキリウスナに植えた方が自然に見えます。あと自生地写真をモチーフにしたからこそ、このあまり見ないキリウスナを使った衣装にたどり着いたとも言えますね。知らなかったらこんなことをやらなかったっていうのが重要ですね。実際僕の記憶では水草水槽でキリウスナが使われているのを見たことはありません。なのでこの衣装には新規性がある可能性がありますね。ただ IAPLC の分析でも話しましたけど、ジオラマのインパクトに対抗できるかっていうと、これ単体では難しそうではあります。脱線したのでパルダリウムに戻って、
応用的な話をすると、桐生砂だけだと腐食成分がないので、おそらくほとんど育たないと思うんですね。試してはないんですけど、桐生砂は物にもよりますけど、多分ほぼ無機物だけだと思うんですよね。じゃあ自生地は一体どうなってるんだというと、砂礫の下が腐食成分になっているらしいんですよね。これもこの村 B のここで実際に掘ってみたわけではないですけど、でも他の場所で荒木田土みたいなものの上に砂礫がかぶさっている環境は見ました。なのでおそらく間違いないと思います。それを前提に桐生砂を使う時どうするかというと、アマゾニアかケト土、荒木田土など腐食に該当するものを下に引いてですね、その上に桐生砂を使います。実際にやってみましょう。先ほどのアマゾニアを入れていた瓶の上に桐生砂をかぶせて穴を開けて植えるだけですね。どうでしょうか。かなり自生地っぽい感じに見えませんか。というかこれは写真の撮り方によっては自生地写真にしか見えないようにもできると思います。ただ桐生砂をかぶせただけなんですけどね。これは見た目だけの効果じゃなくて、桐生砂は鉄分が多いので自生地みたいな色にしたいっていう時に、特に葉っぱが少々赤くなるストリオラータに有効だと思います。もちろん自生地の砂礫と桐生砂の成分は色が似ているし近い可能性はありますけど、おそらく完全に同じではありません。でも見た目は似ているし、鉄分に限れば自生地の砂礫にもおそらく含まれているんじゃないかと思います。その意味で環境の重要な因子である可能性は高いと思うんですよね。もちろん水温とか水質とかも重要なんですけど、それに加えてこの砂礫に鉄分が入っていると、それは環境の重要な因子じゃないかと。自生地写真をモチーフに始める時にはこの環境の重要な因子を考えるのが重要だと思っています。すごく簡単に言えば、その環境を定義している重要なものは何かっていうことですね。これに注目するのは環境を完全に再現するのが不可能だからですね。なので重要度の高いものから考えていった方がいいんじゃないかっていう考え方ですね。これはそんなに研究できているわけではないのですが、そのうち詳しくやります。ともあれストリオラータで思っている色が出ない時に桐生砂を混ぜてみる。なんなら上にかぶせてみる。そうすると自生地みたいな鉢になるし、色も狙ったものになるかもしれません。こういう考え方ができるだけでも自生地写真をモチーフにするメリットがあると思いませんか。アイデアの元と言ってもいいですね。というわけで自生地写真をモチーフにする場合の土へのアプローチをいろいろ解説したんですけど、表にしてみるとこういう風にまとめられるかなと思います。水草水槽や通常のパレダリウム的アプローチだと、土を使う時の目的は植物が育つか、あとは長期維持できるかどうかだと思うんですよね。なので実はその土自体の衣装についてはそんなに考えていない。なのでつぶつぶのソイルでも問題ないということになっていると思います。なのでメリットは土について考えなくてよくなるっていうことで、デメリットは自然に見えないってことですね。土を衣装の一部と考えていないと言ってもいいと思います。一方でギュンギュン育てる場合といった例で話したんですけど、それは園芸的アプローチだと思っていて、目的は狙った通りに成長させるっていうことですよね。その時のメリットはどんな配合でもできるってことですね。土の見た目がどうだみたいなことは考えないという点で水草水槽のアプローチに似ています。機能重視っていうことですよね。なので同じくデメリットは自然に見えないってことですね。それらと逆のアプローチになるのが自生地再現的アプローチですね。目的はもちろん育たないと全く意味はないんですけど、自然に見えるかを重視する。メリットとしては自然に見えると。デメリットは必ずしも自生地の環境が最適ではないってことですね。あとは土を混ぜたり潰したり似た土や砂などを探してくるので手間がかかるし、売っているかもどうかが分かんないってことですね。なんですけど、これが単に見た目だけかというと、桐生砂の例で話したように鉄分が重要なんじゃないかということを考える
アイデアの起点にもなっているので、必ずしも最適ではないとは言いづらいし、あとはおそらく自生地みたいにゆっくり成長する、ギュンギュン育つわけではない、そういう環境が作れるケースもあるので、必ずしも最適ではないというのがデメリットとは限らないっていうことですね。そんなわけで自生地を前提とした土へのアプローチをまとめると、まずは水草水槽の暗黙の前提を引き継がない視点を持とうっていうことですね。つぶつぶのソイルは自然には見えないという視点ですね。ただその視点で自生地に似た土を作ったとしても、それは必ずしも最適ではないってことですね。ただ環境の重要な因子を考えるアイデアの元にもなる。そして新しい意匠の発見につながる。ストリオラータを育てる時にキリウスナを使って、それがしかも自生地に見えるってことですね。そして何より自然に見える。つぶつぶのソイルじゃないので自然に見えるっていうことです。ということで今回は基礎編っぽかったのですが、かなりいろいろなトピックにつながる話ができたと思います。今回の話をそのまま書いているわけではありませんけど、パルダリウムのすべてブックシリーズは以上のような視点で書いているし、これまでと違った視点で自生地写真をたくさん掲載しているので、よかったら購入してみてください。今ボリューム1とボリューム2のセットがお得になっています。この本は僕がパルダリウムを始めた時に見たかった、見たらひっくり返るような内容を目指して書いているので、自分で言うのもなんですが結構おすすめできます。次回は今回と同じような感じで流木コルクを使わないっていうショップの人に怒られそうな話をしようと思います。流木では達成できない衣装がたくさんあるんですよね。ということでバイバイ。